さあ、今回もプロ野球選手解説、やっていくよ。16回目の今回は、豪快なバッティングで、人気が高かった外国人選手になるよ。その選手とは、近鉄に8年間在籍していた、ラルフ・ブライアント選手だよ。それじゃあ早速、解説始めていくよ。ラルフ・ブライアント、1961年5月20日生まれ、アメリカ合衆国ジョージア州出身の元プロ野球選手だよ。日本プロ野球選手時代は、近鉄バファローズの主砲として活躍。三振を全く恐れないパワフルな打撃で多くの伝説的な本塁打を放ち、ファンの注目を集めたよ。シーズン204三振は NPB 記録だよ。1980年の MLB ドラフトでは、ロサンゼルスドジャースから、翌1981年の MLB 一次ドラフトでは、ミネソタツインズから指名を受けるも双方とも拒否。同1981年の MLB 二次ドラフトで、一巡目指名を受け、ドジャースに入団したよ。1985年にメジャーデビューを果たすが、以降はマイナーリーグとの往復を余儀なくされており、1988年5月、ドジャースと友好球団であったセリーグの中日ドラゴンズに移籍したよ。1988年、パリーグのペナントレースは当初、西武が首位を独走、近鉄は懸命にそれを追う立場だった。しかし、近鉄の主砲、リチャード・デイビスが同年6月7日、大麻不法所持により逮捕され退団。この突然の事態に近鉄が急遽リストアップした外国人選手が、中日の2軍で変化球に対応できず三振を繰り返していたブライアントだったよ。西宮球場2軍戦で、下手投げの南東派投手である佐々木から、バックスクリーンに本塁打を叩き込んだのを目の当たりにした、近鉄首脳陣の扇、中西、権藤、藤田通訳は、バットに当たればホームランだが、めったにバットには当たらないブライアントの獲得を決め、中日 OB でもあった権藤のつてで中日に上等打診したというよ。中日の2軍スタッフは、ブライアントの将来性を高く評価しており、放出に反対したが、当時は1軍登録の外国人枠は2名であり、中日では角源氏とゲイリー・レイシッチが活躍していたため、長打力はあるが三振も多いブライアントの出番はなかったんだよ。中日は近鉄からの申し入れを受け入れ、6月28日、ブライアントの金銭トレードが成立したよ。中日2軍が属するウエスタンリーグでの成績は、26試合、6本塁打、打率2割7分5厘、24三振だったよ。その後、ブライアントは2度の1試合3本塁打を記録するなど、移籍後の74試合の出場で34本塁打を放ち、近鉄の最大ゲーム差8からの驚異的な追い上げに貢献。なお、同年のセリーグ最多本塁打は、カルロス・ポンセの33本で、この頃は2点本塁打が多かったことから、ミスターツーランとも呼ばれていたよ。シーズン終盤には父親が危篤となるも、日本に最後まで残りチームに帯同。シーズン最終戦となったダブルヘッダー第2試合で、34本目の本塁打を放っているよ。ちなみに、当時近鉄は名古屋球場でも試合を行っていたが、中日ファンの観客から、ブライアントを返せ、のヤジがよく飛んでいたそうだよ。ブライアントを放出した中日は、この1988年にリーグ優勝を果たしているよ。1989年、ブライアントは開幕から本塁打を量産したが、5月20日から6月21日にかけ当時のパリーグタイ記録となる、22試合連続三振を喫するなど、6月の月間本塁打2本、打率1割9分1厘と大不振に陥るよ。チームも6月は8勝10敗1分けで、6月末時点で首位オリックスに 8.5 ゲーム差をつけられた。しかし7月1日の大英戦で、8回裏に井上から14試合58打席ぶりとなる逆転2ラン本塁打を、バックスクリーンに放ちチームの連敗を6で止めると、7月は月間本塁打11本と復調。8月17日にはプロ野球記録となる、シーズン3度目の1試合3本塁打を記録。チームもオリックスを猛追、さらには西武も含めた3球団による、熾烈なペナント争いが終盤まで展開されたよ。そして最後の天王山、10月12日の西武球場での西武とのダブルヘッダーを迎えたよ。ブライアントは、前夜ほとんど眠ることができなかったが、第1試合の第1打席から、投球がソフトボールよりも大きく見えたそうだよ。第1試合、ブライアントは0対4のビハインドから、4回表にチーム初得点となる46号ソロ本塁打、6回表にも47号同点満塁本塁打を放つよ。8回表には来日以来、ブライアントに対し本塁打レートを抑えていた渡辺久信が、スクランブル登板するも、ものともせずに48号勝ち越しソロ本塁打を放ち、近鉄が6対5で勝利したよ。本人はこの時点で、アンビリーバブルと叫んでいたよ。ブライアントの1試合3本塁打は通算6回となり、王貞治の持っていた通算5回を上回る新記録となったよ。渡辺は、引退会見で、一番思い出に残る一球とし、西武監督在任中2008年刊行の自著で、予想以上の集中力とパワーと書いているよ。そして第2試合、
第1打席は敬遠だったが、3回表の第2打席では鉱山から2対2の均衡を破る、49号ソロ本塁打を放ち4打数連続本塁打を達成。自身も、これで西武にとどめを刺したと確信した、というものでもあったよ。その後打線が爆発、この回一挙に4得点し、先発のエース阿波野の好投もあって、近鉄が14対4で勝利。ダブルヘッダー連勝の立役者となったブライアントは、第50号本塁打についての質問に対しては、ホームランを打つよりも優勝しましょう、と答えたよ。当時のスポーツニュース、翌日の新聞では神様、仏様、ブライアント様、奇跡の4連発という言葉が使われたよ。この4連発は本人の体にもかなり負担をかけていたらしく、金村によれば、試合後選手同士で立川に焼き鳥を食べに行ったところ、乾杯した途端ブライアントの右肩が上がらなくなったため、ブライアントを急遽宿舎に帰らせ、本来は嫌いな針治療を受けさせたそうだよ。10月14日の大英戦に勝利し、近鉄は悲願のリーグ優勝を決めたが、監督の扇の次に胴上げされたのは、ブライアントであったよ。こうして、この年の近鉄のリーグ優勝に大きく貢献したブライアントは、パリーグ MVP に選出されたよ。1990年6月6日、日本ハム戦で、天井スピーカーを直撃する一打を放ち、東京ドーム特別グラウンドルールにより、本塁打に認定されたよ。設計上スピーカーに当てることは不可能と予測されており、この本塁打は推定飛距離160メートルとされているよ。同年7月24日、オールスターゲーム第1戦で、斉藤から左中間スタンド最上段の広告板を直撃する先制2ラン本塁打を放ち、次の打席では、木田から振り逃げというブライアントらしい活躍で、MVP に選ばれたよ。1991年7月2日、二塁ベース帰塁の際、右膝半月板を損傷し、手術のためアメリカに帰国。このまま引退かとファンを心配させたが、翌シーズン無事に復帰したよ。1992年5月3日、逆風8メートルの千葉マリンスタジアムで、ロッテの今野からスコアボードを直撃する本塁打を放ち、電光掲示板を破壊したよ。1993年4月18日、福岡ドームの公式戦第1号本塁打を、大英の若田部から放つよ。テレビ中継のアナウンサーは、打つべき人が打つものですねと語ったよ。また、この年はシーズン記録となる204三振を記録するも、42本塁打107打点で、本塁打王、打点王の2冠を獲得するよ。1994年は35本塁打を放ち、2年連続の本塁打王に輝き、1995年のシーズン途中、10本塁打を放つも怪我で一軍登録を抹消されると、その年限りで自由契約となったよ。しかしブライアントはオフの、近鉄ファン感謝デーに前触れなく飛び入り参加し、最後までファンサービスに努めるという粋なところを見せたよ。通常、解雇された外国人選手がシーズンオフも日本に残り、しかもファン感謝デーに参加までするということはなく、ブライアント自身が近鉄とファンを愛していたかが伺えるよ。1996年はカリフォルニアエンゼルス参加の AA 級のミッドランドエンゼルスでプレーしたが、打率2割8厘に終わり、この年で引退したよ。引退後はふるさとに戻り古本屋を経営していたが、OB 戦などで数回来日しているよ。1999年11月21日、近鉄球団創設50周年記念に、大阪ドームで行われた読売との OB 戦では、両軍唯一の外国人 OB として出場しているよ。2002年のモルツドリームマッチでのホームラン競争では、ライトスタンドの看板を直撃しそうな大ホームランを放ったよ。2005年には、扇野翔平でオリックスバファローズの打撃コーチを同年のみ務めたよ。同年の交流戦では、横浜スタジアムにて試合前のイベントとして、横浜打撃コーチの田代とホームラン競争を行っているよ。田代は0本だったが、ブライアントはバックスクリーン横に2発、ライトスタンドに1発の計3本のホームランを放ち、パワーの健在を見せつけたよ。来日した際、ブライアント本人や扇が語ったところによると、近鉄時代のホームランには1本あたり、10万円のインセンティブが付けられていたという。当時の相場は1本100万円であったと言われ、本人は当初、桁を一つ間違えているのではないかと思ったと、語っているよ。母国アメリカでは IT 関連企業の役員を務めており、再婚して妻、娘、息子と4人で暮らしていたものの、現在は再び離婚して静かに余生を送っているそうだよ。そしてここからは、エピソードを紹介していくよ。同年齢でもある俳優のエディ・マーフィーに風貌が似ていることから、チームメイトにエディと、ニックネームを付けられていたよ。その名付け親は金村だそうだよ。酒を全く飲まず、そのため選手同士で飲みに行った際は、コーラで乾杯するのが常だったというよ。しかし、札幌ビールのテレビコマーシャルになぜか出演したことはあるよ。さあ、今回はこの辺にしておくよ。
第1回目の法事以来の外国人選手の紹介だったけど、助っ人外国人にしては長く日本にいた選手だったんだね。来日当初は、中日に在籍していたってことが信じられないほど、近鉄での活躍がすごかったし、中日も将来性を期待して残したかったんだと思うよ。ただ、選手にとっては一生に一度のことでもあるし、そのチャンスがあるなら、移籍してそのチャンスをつかむってのも手だと思ったよ。それじゃあ今回はこの辺で、ご視聴、ありがとうございました。